コロナ後の日本を語るコアートです。今週日銀の黒田総裁が長期金利の利幅を 0.25% から 0.5% に修正すると発表して、市場がびっくりしました。発表直後にドル円レートは4円以上下落して、ユーロ円、ポンド円、5ドル円も急落した。同時に不動産株も急落して、野村不動産ファンド ETF は発表直後に 15% 下落しました。突然の発表なのでびっくりしたんですが、過剰反応だと思います。米国のインフレが進んで大幅に利上げした1年だったので、ドル円は一時151円まで上がった。ただ、米国も利上げペースを緩めたので、130円台まで下がった。黒田さんはずっと 0.25% は買えないと言っていたんですけど、結局市場の圧力に負けたんですよ。利上げじゃなくて、国債利回りの歪みの修正だと言っているんですけど、世界中で利上げしている中で日本だけが金利を変えないと円は弱くなる。エコノミストは来年4月に交代する総裁の負担を和らげる狙いがあると言っています。ファイヤーしようと思うとマンション購入が一番手堅い。私は2006年に江東区の新築マンションを買って去年売却しました。物件価格は間取り 2LDK で3600万円だったのが去年は4200万円台で売れた。株投資外貨もやっていたんですけど、マンションが一番大きい。何せローンで返済した金額が全額戻る。ローン控除で毎年10万円還付された。会社を起業して事務所にしたので企業にできた。以前住んでいた 3DK の団地を貸し出したので賃貸収入があった。不動産売買利益にかかる税金がアベノミクスで3000万円まで無税になったので免れた。マンションが売れてまとまった資金ができたのでファイヤーしようと思った。その後も米国株の値上がりで資金が増えて売り、引き締めに変わるタイミングで外貨を買い増えた。2006年に職場の近くに住もうと思って賃貸物件を探していた時に路上で不動産屋にキャッチされて新築のモデルルームを見て買った。賃貸にしていたら今のファイヤーはない。マンション購入は大きいです。金利と不動産価格は金利が下がると不動産が上がる関係です。2012年以降、アベノミクスで金利が下がって不動産購入が増えて価格が上がった。特に2020年にコロナでリモートが増えて財政支援があって首都圏のマンション価格が上がった。金利は2016年にゼロ金利政策にして18年に 0.2% にして21年の3月に 0.25% にした。今回は 0.5% への修正です。住宅ローン金利は来月の長期固定から影響が出ると見る人もいるんですけど、大きくは変わらない。今、住宅ローン金利で最低なのが自分銀行なんですけど、固定20年で 1.455%、固定10年で 0.885%、変動だと 0.389% です。とても低い。問題は2年連続で首都圏のマンション供給が増えたことです。需要が増えたから供給も増やしたんですけど、購入が減るとマンション価格が下がる可能性がある。価格が上がったのは首都圏のマンションだけだから。地方の戸建てで資産価値が上がることはない。
これから値上がりするマンションは減ると思います。来年は景気後退に向かうと思われているので、投資は減るでしょう。それでもファイヤーを目指して、下がらないマンションを買うのはあり。金利は急に上がらないから。買うなら新築か中古かという選択がある。中古は新築より価格が安定していて、通常は減価償却で物件価格が下がる。下がらない新築が一番いいが、オリンピックが決まってからできた新築は割高なんですよ。建築コストが上がったから。物は中古の方が良かったりする。もし来年以降、景気後退で損切りする人が増えれば、買いやすくなる可能性がある。今貸し出している団地が1991年に中古で買った物件で70年代にできたんですけど、バブル崩壊で値段が3分の1になった。ただそれ以降下がっていない。不動産は2つ目からが財産という言葉があって、若いなら古い物件を買って完済してから新しい物件を買うという手もある。購入したら何せ繰り上げ返済です。新築で怖いのは無理してローン組んで収入が減って売り出しても完済できないということです。帳簿のいいタワー1は要注意です。特に新築は割高に設計されてあるから。あれ住むとすぐ飽きるんですよ。風景が変わらないから。帳簿を楽しむならたまにホテルに泊まった方がいい。そっちの方が安い。帳簿抜きで駅地下で中古の有料建物がおすすめです。